こんばんは、はるきです。今回はコスパ最高ベスト11を紹介していきたいなと思います。個人的におすすめのコスパ選手を紹介するものになってます。ベスト11っていう風なことにもなるので、コスパがいい、安くて強い選手たち11名を選びました。じゃあ、それでは早速紹介をしていきたいなと思います。まずは、フットバースデーですね。シモンケアです。シモンケア。ケアの場合は値段的に2万で、買うことができます。センターバックとしてね、スキルが5になったっていうのは、ちょっと、あまり必要ではない、アップグレだったんですけど、能力的にもね、少しペースは、遅いです。あまり追いつけないっていう風な、ことが、散見、されるんですけども、守備面に関しては、2万で買える選手の中では非常に高いかなというふうに思います。かつ、その後取った後の、パスっていうのも、パス値はそこまで高くは、ないんですけど、冷静さが高いからか、そこまでミスなく、つなげたなというふうな、印象ですね。多分一番気になるのは本当にスピードの部分は気にはなると思うんですけど、それ以外は、本当に2万で買える選手ではない、それ以上の価値を、見出してくれるような選手には、なってます。普通に、2万で買えたらおすすめかなというふうには感じます。でそして次はサバリーですね。TOTW のサバリー。サバリーは値段的に1万4000で、買うことできます。この人ね、普通にいいんですよね。普通にいい。サイドバックとしてスピードも、ある程度、ありますし、あとはドリブルもそこまで重くはないですね。身長も173と低くて、敏捷性、バランスっていうのはある程度あってっていう風な選手にはなるので、サイドバックの選手としては、まだ、持ちやすさっていうのは、あります。その分、守備面とかは、悪くはないんですけど、特にフィジカルであまり取りきれなかったりとかっていうのが、たまにあります。正面からガツンといってるのに、貫通していったり、とかっていうのは、あるので、そこはやっぱりコスパの選手なのかなっていう風には、思うんですけど、この選手も他の1万4000のサイドバック探そうと思ったら、この人よりは全然、レベルが低いような、選手たちにはなるかなというふうには感じるので、個人的には、金もね、少し難しいかもしれないんですけど、サバリ、非常におすすめできるような、選手にはなってるかなというふうに感じます。で、そして次は、ファンタジーフットシュクリニアルですね、シュクリニアル。シュクリニアル値段的に、8万5000で、買うことできます。アップグレも、あるカードっていう風なことにもなるので、少し値段は高くなってるかもしれないんですけど、非常に、レベルが高い、センターバックになってます。この人もね、少しペースは、遅いかもしれないんですけど、加速がね、ちょっと、まだあるっていう風なことにはなりますし、加速タイプ長いという風なことも非常にセンターバックとしてはいいかなという風なところで、あとは守備面ですね。守備面はやっぱりしっかり取ってくれる選手ではあります。先ほどケアだったりとかを紹介したんですけど、同じセンターバックで。ケアよりかは圧倒的に守備力っていうのはしっかり取ってくれるっていう風な面では高いかなという風に感じます。読んでたら、しっかりカーソル当てて、読んでたらちゃんと取ってくれますし、貫通っていうのもあまりないような、選手にはなってます。フィジカル数値も高いので、相手の体に当てて、しっかり取れる、相手をひるませるような、力っていうのを持ってますし、体を入れると、しっかり取ってくれるような、選手、守備面に関しては、非常に、優秀かなというふうに感じます。あとは、先ほどのアップグレがあるカードっていうの話をしたんですけど、そこで、ペースっていうのがどんどん上がっていくと、非常にやっぱり強くて、安くて、っていうような選手にはなるかなというふうには感じます。10万以内で、行くと、この人はめちゃくちゃ特におすすめには上がってくるようなセンターバックになってます。で、そして次は、フットバースデー、フンメルスですね、フンメルス。フンメルス値段的には、7万で買うこと、できます。シュクリニアルより少し、値段は安いという風な感じになってるんですけど、この人はめちゃくちゃ強いですね。
めちゃくちゃ強い。7万のレベルじゃないです。普通に10万超えてもおかしくはないような、選手になってますし、若干ね、ミディミディが気にはなるかなっていう風な、立ち位置をしてるときは、なきにしもあらずではあるんですけど、センターバックとして逆足号にアップグレードされたのは非常に素晴らしいですし、守備面ですね。守備面もこの人のフィジカルが高く、守備の能力っていうのも非常に強いような、選手にはなってます。あとは、やっぱりこれまでフンメルスって、ね、いろんな特徴が来ては、やっぱりスピードが遅い、っていう風な選手として、扱われてきたんですけど、このフンメルスはそこまで遅さはない。めっちゃ速いっていう風なわけではない。他のセンターバックの快速のバランだったりとか、あとは誰ですかね。クロスターマンとか、そういうようなグバルディオルとかもそうですかね。それぐらいのスピードは、ある。ミリトンとかっていう風な選手ではないんですけど、それでもこれまでのフンメルスと比べたり、あまり期待をしすぎないのであれば、普通になんか、速いや、みたいな感じに思う方はおられると。いう風に思います。で、パスもね、パス数値も、本当ミッドフィルダーでもね、こういう選手いるんちゃうかっていう風なぐらいのパス能力してますし、冷静さ、リアクションもしっかり伴っていて、若干気にはなるのは、先ほどのミリミリと、あとは、積極性ですね。フィジカルのところの積極性。ここが81っていうのがちょっと、ちょっとなんか足出してくれへんなっていう時も、ある時はあるんですけど、7万のレベルではちょっとこの人、なくて、本当に強い、ような、センターバックには、なってる。ので、それこそベリンガム使ったりとか、それこそロイスとか、使ってる方、ドルトムント、ブンデスで、合わせたいっていう方は、この人ちょっと、ぜひちょっと使ってみてほしいなというふうに思います。で、そして次は TOTW、マビディディですね。マビディディ値段的に3万1000で、買うこと、できます。この人はスパサブとしての、起用が一番おすすめかなというふうには思います。44ですし、スキル5とか逆足5とかっていう風なのがない中で、やっぱりスピードが、一番売りにしてるような選手かなとは思うので、途中から出てきて、サイドをぶっちぎる、選手として使うのが一番いいかなという風に感じます。スパサブでね、3万だったら、全然いいかなという風に思うので、決定力もね、意外にも、まだ決めてくれるような、選手には、なりますし、レベルは少し低いんですけど、決定力、主力もありながらっていう風な感じの選手には、なってます。期待をしすぎないような、感じの選手で、スパサブとして、使うのが一番、おすすめかな。意外とフィジカルの数値も伴ってるっていうのも、この人の良さかなという風には感じます。で、そして次はフットバースデー、エルシャーラウィですね。エルシャーラウィ値段的に5万2000で、買うことできます。スキル5にアップグレードをされたんですけど、少しサイドだったらミディミディは気にはなるかなっていう風に思います。ですけど一番のこの人の最適は、サイドかなっていう風には感じるので、逆足さんもね、アップグレードされなかった、逆さんがアップグレードされなかったのは、少し、残念ではあるんですけど、非常にボールが持ちやすいドリブラータイプの、選手ですね。なんで非常にドリブルが得意な方だったりとか、ドリブルが好きな方、だったりとかは、非常にこの人を扱えるという風には感じます。シュートに関しては、若干ね、ちょっと決めきってくれない場面っていうのは、多少、あるので、だからこそやっぱサイドが一番向いてるかなっていう風に思います。スピードもありつつも、スキルを使えるっていう風なところ、あとはパスも、ある程度は、うまいような選手にはなるので、横パスとかっていうのも、そこまでずれなくっていう風な感じの選手には、なります。非常にこの人は、おすすめ。5万2000ですから、マジで安いかなっていう風には、思いつつ、いつかね、スキル5逆足4とかのエルシャラビが来てくれることをちょっと願っているという風な感じですね。で、そして次はフットバースデー、エメルソンです。エメルソンロイヤルですね。エメルソン値段的に11万で、買うことできます。スキル5にアップグレードされたんですけど、ここはね、やっぱセンターバックというか、守備面。サイドバックとか、センターバック、守備の選手としてはやっぱり逆足の方が上がって欲しかった、選手ではあるんですけど、攻撃にこの人を上げるんだったら、スキル
も、ゴーでやった方が、まあいいのかなっていう風に感じる場面もあります。まあこの人に関してはね、ちょっとこうサイドバックとして10万超える選手どうなのっていう風に思う方もおられるかもしれないんですけど、他のプレミアのサイドバックか、サイドバックで10万は安いですね。他は本当20万とか30万とかするような、選手にはなってくるので、まあその中でプレミアのサイドバックだったり、あとはブラジルの、サイドバックというようなことでいくと、11万はまだ比較的安いかなっていう風に、感じます。まあ、サイドバックとして、まあ、ペースも、ある程度ありますし、まあ、守備面もね、しっかり伴ってるっていう風なところもいいかなという風に感じます。まあ、ですけど、この人はやっぱりパスだったりとかがあまりうまくは、ないですし、まあ、冷静さもね、少し低い。まあ、冷静さ、リアクションも低いので、ちょっとね、なんか、対応はしてるんだけど、なんかこう、相手の方にボールよく転がっちゃうなっていうことが、やっぱりエメルソンと対峙する選手あるので、やっぱそれはなんかリアクションとか冷静さの数値な気がやっぱりして、しまうので、まあこの人もまあそんなにね、めちゃくちゃ強い、ほんとこう、メタ選手やなって思えるぐらいの選手ではなかったんですけど、まあそれでも個人的にはプレミアの右サイドバックで行くと、まあおすすめには、入ってきますし、まあ君もね、組みやすいかなっていう風にも思うので、まあ個人的にはコスパの、選手として、まあおすすめの、選手としては、紹介できるかなという風に感じたので、紹介をしました。普通にエメルソンは、悪くはない、全然悪くはないっていう風な感じです。で、そして次はフットバースデー、そうですね、ジブリルそうです。まあ、そうの場合はね、フットバースデーで逆足が5に、変わりました。まあ、もともとね、4だったんですけど、まあ、そこから、4より5に変わったっていう風なところで、まあ、非常に素晴らしいかなという風に感じます。値段的に1万5000で、買えるっていう風な安さも魅力で、まあ、守備戦のボランチというか、まあ、アンカー的なタイプの選手です。なんで、まあ、守備をしながら、まあ、パスだったりとかを散らしていくっていう風な使い方が一番この人合っているのかなという風に感じます。まあ、ペースもありますし、まあ、ドリブルに関してはね、そんなにまあ、軽くはないんですけど、特段重くもないっていう風な、選手には、なります。まあ、シュートもある程度打てるんですけど、まあ、それでもなかなか守備戦の選手なんで打つ機会っていうのは少なかったですね。で、その中で守備面も、まあそこまで、悪くはないですし、まあしっかりね、こう糧取ってくれたりとかっていうような場面も多少はあったり、したので、まあほんとこう何でもね、こうそれこそそんなに悪くはないというか、万能型の、まあボランチの選手には、なってるので、まあ1万5000で、これだったら普通にめっちゃ強いなっていう風に感じました。まあ値段以上、ね、価値っていうのは全然あります。やっぱりケミですよね。やっぱケミっていう風な部分、なかなかスカッと刺さりにくいっていう風なことで、まあ、そうが使われないっていう風なことで、これだけ1万5000で安くは、なってると思うので、まあ、それこそね、キーパーの、まあ、ゾマーとか、身長が低いんですけどね、ゾマーとかの特殊が来ると、まあ、そうとかも使いやすくなると思うんですけど、まあ、あとはドルトムント、コーベルとかね、こうスイスの選手が、まあ、めちゃ強いようなカードが来ると、まあ、ちょっと、そうも入れやすくなるんかなっていう風には感じるので、まあ、現状1万5000ってはめっちゃ安いような選手あるんですけども、やっぱ君は難しいのかなという風な感じですね。で、そして次、ファンタジーフットジョタですね、ジョタ。ジョタは値段的に16万で、買うことできます。まあ、リバプールがね、こうなかなか、まあ、調子が上がってないのか、まあ、アップグレっていうのはね、そこまでちょっとめっちゃアップグレされるっていうようなことは難しいかもしれないんですけど、まあ、あとプラス1、2とか、は全然されてもおかしくはないのかなっていう風には感じます。ジョタも試合出てるので、まあ、あるかなっていう風に感じつつも、まあ、非常に使いやすい、選手ですね。前線の選手として非常に使いやすかったですね。個人的には、逆足5っていうのはやっぱり正義だなっていう風に感じますし、まあ、ペースはそこまで、めっちゃ速いっていうような感じ、相手を置いていけるほどの速さっていうのはないんですけど、まあ、状況によってはある程度、まあ、裏抜けっていうのも、できるという風な選手ですね。若干パスは、そこまで上手くはなかったり、
するので、ある程度ポストプレーはできるんですけど、難しい縦パスだったりとかは、ちょっと引っかかってしまう確率っていうのは高かったかなというふうに感じます。あとはやっぱりシュートに関しては、やっぱ ST の選手だったりとか、前線の選手なので、しっかり決めてくれる場面はあるんですけど、やっぱり冷静さ84っていうのが、どうしても影響してしまう部分があるので、それ決めれないか、ジョタっていう風な時は、やっぱり冷静さっていうのは絶対影響をしてくるので、逆足号とか、っていうのは非常にアドバンテージではあるんですけど、圧倒的決定力みたいなのが、出てくる時はあるんですけど、よく決めてくれたなっていう。よく決めてくれたなっていうのがありつつも、それがずっとではない。たまには外してしまうっていう風なことは、やっぱり冷静さ。逆にそれ決めれへんのかっていうのもあったので、やっぱそういうのは冷静さの数値かなっていう風にも感じますし、ここはちょっとアップグレは必要かなっていう風には、ちょっと使っていて、感じましたね、冷静さの部分は。それでも他は、非常にいいですし、積極性だったりとか、あと意外と守備の数値が高いっていうようなことで、前線からのね、プレスっていうので、ジョタが引っ掛けて、ショートカウンターで1点とかっていうのもあるので、非常に使いやすい、選手には、なってるので、16番おすすめかなっていう風に、個人的には思いましたね。で、そして次は TOTW、クリスティアーノ・ロナウドですね、ロナウド。ロナウドも、同じく16万で、買うことできます。ダイナミックイメージのかっこよさも、ちょっと値段に反映されてるかもしれないですね。やっぱりこの人スキルが5で逆足が4という風なこと。身長は大きいんですけど、ドリブルだったりとかも、そこまでスキルが5を使える方なら、あんまり気にはならないかなっていう風に思います。重い方のタイプではあるとは思うんですけど、スキルを使える方なら、まだ扱えるかなっていう風に感じます。この人に関してはやっぱり圧倒的な決定力ですね。決定力、シュート力を備えつつも、冷静さも非常に高く、なってるので、現環境でもなかなかスカートに組み込むのは難しいかもしれないんですけど、現環境でも、トップクラスの、決定力を誇る選手には、なってます。あとはペースに関しても、そこまで、数値的にはね、めっちゃ速いっていうようなわけではないんですけど、フィジカルが、強いので、相手を背負いながら、相手を背に受けながらぐんぐん運んでいくっていう風なこともできますし、先ほど言ったスキルだったりとかを使いながら相手の前に入るっていうようなこともできるので、非常にこの人は決定力の鬼というか ST のこう目指す選手像という風な感じの選手にはなってます。パスもね、この人もジョタ同様そこまでうまくはないんですけど、それ以上にプラスの要素、前線の選手としてやっぱり決めきる力っていうのが素晴らしいので、そういうような若干のこう微妙なところもある、重さとかね、あるんですけど、やっぱり結局、点を決めてるのはこの人だよねっていう風な感じになるので、プラスの要素が非常に多いという風なことに、なってます。ポルトガル人がね、もっとこう強い選手、バンバン出てくると、この人もね、こう、もう使って踏み込めることができるかもしれないんですけど、現状はね、やっぱクラブとリーグっていうところが難しくはなってくるんですけど、非常にこの人も、安い、おすすめかなというふうに感じます。で、そして最後ですね、ウィンターワールドカードラカゼットですね、ラカゼット値段的に12万で、買うことできます。ウィンターワールドカードでスキルが5に、アップグレードされた選手で、役割意識ハイハイっていうのも非常に素晴らしいかなというふうに感じます。この人も、非常に使いやすい、キャラクターの選手で、ボールタッチがある程度細かいような選手で持ちやすいですね。で、かつそういう風な選手がスキルがね、5も使えるようになってるので、非常にこの人に関してはやっぱりスキル5のアップグレードっていうのはでかかったのかなという風に感じます。あとは前線の選手として裏抜けっていうのもできますし、パスもねこの人ある程度出せるので、スキル5だったりドリブルの軽さを生かして貯めて、最後ラストパス出すとかっていうことも多少はできるという風な選手ですね。でかつ決定力っていうのもシュート力が高い、かつ冷静さもね非常にある程度あるので、そんなにめっちゃ外すっていうこともなく、決めてくれるシュートっていうのは全然あったかなというふうに感じます。ST の選手は十分、決めきってくれたかなっていうふうに、思うので、リーグワンの選手でなかなかスキル5でいくとね、バベだったりネイマーとか結構高い選手が多いんですけど、
リーグワンのスキル5点のところでいくと、ラカゼットは非常におすすめの、選手にはなってるかなっていう風に感じます。バペに行く前に、ちょっとこのラカゼットで、しのぐというか、全然代わりになれるような選手なんですけど、ちょっとこの人使ってみるかっていうのも全然いいかなっていう風には、感じます。っていう感じで、これがコスパ最高のベスト11になります。また、ポジション別、出したいなというふうには思うので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。